イワシ大使再びということですね、このイワシの美味しい時期にですね、改めてイワシのお作りの作り方、それからイワシの梅なめろうを皆さんにお届けしたいと思います。引いてあげる、引いてあげる、引いてあげる、ポコ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 、お刺身からいただきますかね。しっかり脂乗ってるんですけど、だれてないですね。非常にこうリッチな感じですね。じゃあなめろうもいただきますよ。うまみの量を取って、うまっ。梅干しがですねしっかり効いてます。この酸味がですね、この油を爽やかな感じに変えてくれますね。非常に美味しいです。皆さんこんにちは、今日のごちそうさまチャンネルはイワシ大使再びということでですね、イワシ料理をご紹介したいと思います。イワシ料理いろいろ作ってまいりましたが、イワシのお刺身の作り方をですね皆さんにお伝えしてなかったので、改めてイワシのお作りの作り方、それから、以前もなめろうをやったんですけど、別の味のなめろうを、このイワシの美味しい時期にですね皆さんにお届けしたいと思います。ではイワシ刺しですね。材料紹介です。お好みの夏の香味野菜がいいと思うんですけど、僕はみょうがが好きなのでみょうがたっぷり使います。みょうが、青ネギ、しそ、それから一般的には生姜で食べるんですが、どうやら江戸前はですねわさびで食べるのが一般的だそうです。脂の乗ったイワシをわさびで食べるっていう、なんかマグロと同じ効果ですよね。味が乗りにくいからさっぱりとわさびで食べる、これもね絶品です。そしてイワシ、非常に立派でございます。入梅イワシというのは以前もお話したかもしれませんが、入る梅雨、入る梅と書くんですね。入梅イワシ、この時期のイワシが産卵する前なので油をたくさん蓄えるという状態です。はい、じゃあ早速さばいていきます。さばき方ですね。まずこのこエラ外側ギリギリで、ヒレの外側こんな感じで切り落とします。落としました。で横にして、ここに硬い腹骨があるんですね。ここの腹骨は口の中で刺さったりするので、ここを落としちゃいます。こう薄く、こういう状態ですね。すごい脂乗ってます。これぞ脂ですね。だけに身にもしっかり脂が乗ってますね。で中身出していきます。もうちょっとお尻のところまで裂いて、で洗っていきます。この真ん中のところですね、ここに太い血管があるので血が多分ね溜まってると思うんですよね。これしっかり落とす。で一回拭きます。では洗って拭いた後ですね、ここも結構血が取れてる状態です。で内側に内臓が一切ない状態ですね。そしたらさばいていきます。切りやすいのは、腹側からこの中骨に沿わせて包丁入れるのが多分ね一番簡単ですね。このまま引いてあげる、引いてあげる、引いてあげる、引く。で最後のところはピッと切り落とす。こうやって取れますね。反対側も同様。反対側は中骨を下にして中骨に同じように包丁を当てて切っていく。ピッとこうやって取れますね。で今ちょっと上手に切れたんで腹骨があるんですけど、これ一緒に取れましたね今ね。片側はで片側は残ってるんですよ。これ包丁の入れ方です。ちょっと僕がそんなに上手じゃないから、ここね見えます？ザラザラって落としますね。これ落とします。薄く腹骨に沿って内側に入れていく。こういう感じですね。腹骨が取れる。だから皮を引きます。あんま乱暴にやると脂が乗ってるイワシは身が柔らかいから一緒に持ってかれちゃうんですよ。だからちょっと丁寧に、それでもねちょっと持ってかれちゃいます。でお寿司屋さんとかだとこの状態で塩をして少し締めるんですね。それはものすごい丁寧なやり方。ちょっとだけ塩をして時間を置くと身が締まるんで、皮剥がした時に結構綺麗に取れます。しかも、この脂乗ってちょっと柔らかいイワシも美味しいんですけど、少し締まったイワシもねとても美味しいですね。それは、お好みというかね。そしたら皮引いていきます。背側ねピッとめくって丁寧に丁寧に手で削いでいきます。で一回剥がれました。ここでこのままピッと手で沿わせながら、皮に沿わせながら、魚の皮引きを包丁でしますよね。
と同じような感覚ですね。それでもやっぱりこれ柔らかいから少し持ってかれちゃうんですけど、できるだけこれを残すつもりで皮引いた方がいいですね。じゃあ同じように皮引いて、こういう状態ですね。で一回ここで水洗いします。できるだけ冷たい水で、あんまりぬるい温度の水で洗わない方がいいですね。身がどんどんだれちゃうので。しっかり水分は拭き取る。で鱗とかが剥がれてちょっとついたりするので、それもね口当たり悪くなりますから、それだけちょっと注意ですね。そしたら切っていきます。油が乗ってるわけですよ。要はこのままお醤油にペタってつけても乗らないので、隠し包丁を入れてその切れ目にお醤油が入り込むように作ってあげると非常に美味しく食べれますね。しっかりとお醤油が乗ったイワシいきます。まず浅く切れ目を入れていく。こういう状態ですね。ざーっと見えます。そしたら縦に1本薄く線、このサイズだったら半分でもいいかな。こういう状態になります。ペコ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 パカッですね。これでお醤油の海苔が抜群に変わります。脂が乗った魚の時はやった方がいいですね。これ大きいな。これ3等分にしようかな。はい、そしたら盛り付けていきます。まずつまですね。ふわっとつま盛り付けて上にしそみたいなね、こんな感じ。一番簡単なお刺身がちょっと綺麗に見える盛り付け方かな。まずは3つぐらいですかね。3つぐらい盛り付けて、ちょっと左サイドと同じようにちょっと重なるように右サイドでしそ、こんな感じ。そうするとこういうなんかちょっと立体的になりますよね。で全部強引にお刺身って盛り付けようとすると結構雑に見えるんですね。だから綺麗に見せようと思ったらちょっと数は加減すると。であとは薬味ですね。みょうが、青ネギ、今日は生姜もわさびも両方添えます。こんな感じでしょうかね。お作り完成です。では続いてイワシの梅なめろうを作っていきます。材料です。先ほどと同じようにさばいて皮を引いたイワシ、腹骨もない状態です。しそ、味噌、梅、ネギ、生姜、海苔に巻いて食べる。これもちろんですけどご飯にのせて食べても美味しいし、お茶漬けにしても美味しいです。まず香味野菜から切っていきます。全部みじんですね。後で最終的に合わせて叩くのでちょい細かめ、ちょい細かめかな。生姜、しそも切っていきます。しそは、この茎の部分を落としてですね、ちょっと丸めて細かくまとめて叩くみたいな感じですね。でイワシを切っていきます。イワシはまずこう千切りっぽくする。で身はねすごい柔らかいので切りやすいと思います。切ったらイワシだけまず叩く。こんな感じかな。好みだと思うんですけど、僕はねこんぐらいちょっと焦げ感あってもいいかなと思うんで、いつもこんぐらいで叩いてますね。そしたら香味野菜と合わせていきます。練り練りで合わせるタイミングでここで味噌ね。それから梅干し。これ梅干しがね結構効きますね。
種出して種もこそいで、もったいないから食べると。で叩く。で梅干し入ってるのでまたちょっと叩きつつ梅肉が全体に行き渡るようにこねていくと。こんな感じかな。ちょっと滑らかな感じ、焦げがあるけど滑らかな感じで、盛り付けですね。今日お皿丸いので丸くちょっと作ってあげて、こういう感じで包丁でこそいでセンターに盛り付けるかな。最後に海苔を強引に添えると、こんな感じ。これあんまり長時間置かない方がいいですね。長時間置くと海苔ふやけちゃう。はい、なめろう完成です。お刺身からいただきますかね。もうイワシの刺身があれば何もいらないぐらいイワシの刺身が好きです。いただきます。しっかり脂乗ってるんですけどだれてないですね。ピンと張った脂で噛むと溶け出すわけですよ。で溶け出した脂が薬味と内側のあんまり脂がない部分の身と絡み合ってですね、非常にこうリッチな感じですね。本当に美味しい。じゃあなめろうもいただきますよ。好みの量を取ってこんな感じかな。これこのまま逆さまにしてご飯巻いて食べたいよね。うまっ。梅干しがですねしっかり効いてます。当然同じイワシなので脂乗ってるんですけど、この酸味がですねこの油を爽やかな感じに変えてくれますね。非常に美味しいです。いやこれ熱々のねだしかけて、だし茶もいいね。だし茶はもうさらにうまみ爆発するでしょうね。ぜひこの6月のですねイワシの美味しい時期に皆様お試しくださいませ。ごちそうさまでした。